こんにちは、発酵調味料教室シンプルブリューライフの早川です。この動画では発酵食や食に関する知識、あとはシンプルで快適なライフスタイルを送るための知識などをお伝えしております。今日はですね、発酵調味料ひしおですね、ひしおの活用方法をご紹介していきたいと思います。で、ひしおで何かとかですね、ひしおの仕込み方とかは、また別の動画でご案内していますので、まずそちらを見ていただいて、でもひしおを仕込んで、いるという方向けの動画になっております。で、ひしおって仕込むのすごい簡単なんですけども、その後、どうやって活用していったらいいかわからないっていう方が結構多いかと思います。で、活用方法はいろいろありまして、本当に無限大なくらいあるんですけれども、今日はその一部をですねご紹介したいと思います。で、まず、この中にひしおが入っておりますので、中身どんな感じか見ていきます。はい、で、昨日の朝混ぜて、24時間ぐらいだいたい経っている状態ですね。こんな感じで、ぷく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 してまして、表面乾いているような感じになっているので、これをですねこんな感じで、いつも手で混ぜたりするんですけども、毎日こう混ぜています。で、混ぜると中の水分の方も見えてきてですね、こういった感じでドロドロっとした、状態ですね。これ結構継ぎ足しをしてからまだ3週間ぐらいとかなので、結構粒々が残っている新鮮な状態ですね。これが継ぎ足しを、かなり、長期間せずに、ずっと、放置というかですね、継ぎ足しをしないでいるともう本当に真っ黒な色になっていったりとか、この粒々がもうほとんど見えないような状態になります。はい、で、これがひしおなわけなんですが、今回はですね、ひしおと他の調味料を合わせるという方法をやっていきたいと思います。もうこれ別に何でもいいんですけど、とにかく家にある調味料とか家にあるスパイスというものとひしおをまず1対1ぐらいの割合で混ぜるっていうだけなんですね。なんでめちゃくちゃ簡単です。でね、どうするかというとですね、本当に合わせて混ぜるだけなんですけども、今日は、具体的な例としていろいろ用意しました。5種類ですね、5種類の調味料を用意しました。まず1つ目が、甘酒ですね。これ手作りの甘酒です。これとひしおを合わせます。で、続いてが、こちらは粒マスタードですね。粒マスタードです。で、続いてこちらマヨネーズですね。で、こちらがこれは、柚子胡椒です。柚子胡椒ですね。で、最後これは、米酢です。米酢です。はい、ちょっとこれ入れすぎましたけども、今日はですね、この5つの調味料とひしおを合わせていきたいと思います。合わせていきたいと思いますと言ってもですね、ただ本当に入れて混ぜるだけなので、特に説明するようなこともないんですけども、まずマヨネーズからやっていきましょう。だいたい同じくらいの分量を入れていって、で後から好みで分量は調節していただけばいいと思いますので、マヨネーズこれぐらい入っているので、ひしおちょっとこれぐらい入れてみます。はい、ロボット入れて、でもうあとは混ぜるだけ。こんな感じですね。で、これもう説明するまでもなく、これってもう絶対美味しいよねっていうやつ、もうちょっとひしお入れましょうかね。絶対美味しい。マヨネーズ自体が嫌いな人は別として、マヨネーズが好きな人にとってはもうマヨネーズ自体が美味しいのに、それにさらに旨味成分をものすごいギュッと足している感じなので、醤油マヨとかありますけれども、醤油マヨよりももっともっと旨味が凝縮してすごく美味しいです。で、このひしおマヨネーズはですね、とにかく何にかけても美味しいです。野菜にかけてもいいですし、なんかゆで卵とかにのせてもいいですし、普段マヨネーズをかけているもの
だったら何でもいけますね。これご飯にのせてもすごく美味しいです。はい、でちなみにマヨネーズは、私がいつも使っているのは松田のマヨネーズってやつですね。添加物が、余分なものいろいろ入っていなくって、すごく、いい作り方をしているマヨネーズです。美味しいですね。はい、今日はこれ甘口の方を使ってます。はい、こんな感じでもう混ぜるだけでまた新しい調味料を作ることができます。でこれ美味しいだけじゃなくって体にいい成分、美容にいい成分いっぱい入ってますので、これぜひおすすめですね。はい、ということで、マヨネーズと皮脂を合わせるというだけです。で、続いてやっていきます。次はこれですね。これ粒マスタードなんですが、これも粒マスタードと皮脂ってものすごく合うんですよ。もうこれ本当におすすめで、私はもうかなりこれ常備しています。マスタード、分量、普段ですねもっと大量に作って保存してるんですけど、今日はちょっとこれぐらいの分量で、作っていきたいと思います。でやっぱりこちらもですね、だいたいマスタードに対して皮脂を同じぐらいの量を投入します。ドボッとで入れたら、もうこれも混ぜるだけですね。だーっと混ぜます。はい、こんな感じですね。すごくマスタードのいい香りがしてきて、いい感じです。でこれ何に使うかというと、これはですねどっちかというと、私が、使う方法としては、これを何かにかけたりしてもつけたりしてもいいんですけども、これで肉とかをつけるっていうところですね。豚肉とか鶏肉とかをこれでつけるともうすっごい美味しいです。こんなにっていうぐらい美味しい、味になります。控えめなんだけどもマスタードが効いていて、そして旨味がいっぱい詰まっているみたいな、ものですね。で結構こう見ていただくと粒々がマスタードの粒々もそうなんですけど、この皮脂の豆の粒がですね大きいので、これでつけるときは、必ずキッチンペーパーをかませてからつけていただいた方がいいです。そうしないと食べるときに、なんかものすごいマスタードの粒が邪魔すぎて肉の味が楽しめなかったりするので、これをですねソースとかにしていただく分にはそのまま、粒々が残っていてもいいと思うんですけども、ただつけるっていう場合は、この粒が残らないようにした方が美味しく食べられるかと思います。でそのキッチンペーパーをかましてつけるとかのつけ方に関しては、これまた別の動画で肉とか魚のつけ方っていうのをご紹介してますので、よろしければそちらを参考にしてみてください。ということでですね、でこれつけるので使ってるんですけども、つけ床として使うんですけれども、当然この皮脂を生の状態で使っていますので分解能力があります。なのでお肉が美味しくなったりとか、要はですねタンパク質をアミノ酸に分解してくれるということを行ってくれますので、ただ美味しいだけじゃなくって体にも優しいものを作ることができます。はい、そして次ですね。次は甘酒です。甘酒と皮脂を混ぜるってこともできるんですね。甘酒だけで何か魚とかをつけると、ちょっと甘すぎるなっていうことがあったり、しますし、あと逆に皮脂だけでなんかつけたりすると皮脂の味が前面に出過ぎちゃったりとか、あとちょっと辛いとかですね、そういったこともあるかと思います。あとお子さんなんか特にですね、皮脂をそのまま使ってなんか豆腐にちょんってのせるとか、そういうことを、したりするんですが、若干味が濃すぎるとか辛いっていう風に感じちゃう場合もやっぱりあるんですね。乗せる量にもよるんですけども、なのでそういう場合はこの甘酒の甘さでこう中和してあげるということをします。でちょっと甘酒も分量多かったので皮脂を結構大量に入れていきます。よいしょ。こんな感じですね。これも混ぜるだけです。こんな感じですね。でこれも
このままかけるとか、つけるとかで調味料としても使えますし、もちろん肉とか魚をつけるつけ床としても使えますし、あとは煮物なんかの味付けに、これをこのまま使っていただくということもできます。でこういうの混ぜて常備しておけば、煮物を作る時パッとこれで入れるだけなので、甘みもつくし旨みもつくので、特にその砂糖とかですね入れる必要もなく、簡単に、いい味がついた煮物を作ったりすることもできます。でこれ結構、甘酒の米の粒もありますし、ひしおの麦の粒、大豆の粒っていうのもあって、もう粒々な感じになっているので、この粒が苦手っていう方はこれ使う分量だけハンディミキサーとかで、潰してしまえばもうペースト状に上手になりますので、粒々が嫌な方はもうそれで、潰してしまえば OK です。はい、ということで、辛さを和らげる、あとは甘すぎないようにするっていうことで、甘酒とひしおをこう混ぜていくっていうのもおすすめです。はい、では続いては、こちらですね。これ柚子胡椒なんですけども、柚子胡椒も結構ですね、あれ、ちっちゃい瓶で売ってたりすると思うんですけども、なかなかそんなにしょっちゅう毎日柚子胡椒を使わなくって、気づいたら冷蔵庫の中でなんとなく賞味期限切れちゃってたみたいなこととかがあったりするんじゃないかなというふうに思います。でそういう柚子胡椒もですね、味のアクセントとして入れていくためにですね、もう最初から柚子胡椒とひしおを混ぜたようなものを作っておきます。だいたいまた同じぐらいの量ですね、入れて混ぜます。本当に混ぜるだけですね。柚子胡椒を買ってきた瓶のままずっと冷蔵庫に置いておくと、なかなか使わずに過ぎていってしまったりしがちなんですけども、こうやってですね、ひしおと混ぜた状態で、なんかちょっとお気に入りの器なんかに入れて置いとくと、ちょっとこれ豆腐にのせようかなとかですね、そういった形で使いやすいかなと思いますので、うまみたっぷりでちょっとピリッと、刺激がある、調味料ですね。これでなんかお刺身とか食べてもすごい美味しいと思います。はい、ということで柚子胡椒と混ぜるっていうのもおすすめです。はい、では最後ですね。最後これはお酢です。米酢ですね。これ結構ちょっと分量入れすぎちゃったんですけども、よいしょ。でここにまたドボドボっと入れていきますね。でこれも混ぜます。こんな感じでですね、これお酢を使っていく料理に対してですね、最初からこれを用意しておけば、これちょっと入れるだけで味もついて、酸味もついてという感じで、すごくこれも使いやすいかなというふうに思います。はい、バルサミコ酢とかでやってもすごくいいですね。バルサミコ酢とひしおものすごい合います。なんです、それでドレッシングとか作ってもいいと思いますし、非常におすすめですね。はい、というわけでこんな感じで、いろんなもの、いろんな調味料とひしおを混ぜておくということで、これ一回混ぜたら冷蔵庫で結構長期保存することができます。もう1ヶ月2ヶ月3ヶ月、4ヶ月っていうぐらい普通に持ちます。味見てみて腐ってなければそれで OK なので、下手したら半年ぐらい持ったりします。なので、こういったものをですね、お好みの味で整えて、ちょっと大きめのこんなぐらいの瓶とかにですね、詰めて、それを冷蔵庫で保存しておけば、すぐに手っ取り早く味付けできて、かつ栄養価が高いものを食べるということができます。で、何を合わせていったらいいかなんですけれども、とにかく何でも合います。もう合わないものってないんじゃないかっていうぐらい、いろいろあります。で、例えばそのからしとかわさびとかそういうラー油とか辛い系も合います。豆板醤とか甜麺醤とか XO 醤とか合いますし、マヨネーズも合わせているようにケチャップとかも合いますし、あとはごま系ですね。ごま、練りごま、いりごま、とかそういったものもいいですし、あとにんにく生姜、とかも合いますね。そして、なんかもう冷蔵庫に眠っている、ありますよね。XO 醤とか、なんですかね、オリーブじゃないな、
あれです、かき湯みたいなやつですね。オイスターソースですね。オイスターソースとかそういうのもやっぱり結構賞味期限切れがちだったりすると思うんですね。なんでそういうのとも合いますし、あとバターともめちゃくちゃ合います。バターと皮脂をすごい合いますね。納豆とも合いますし、あとはジャムですね。いちごジャムとかマーマレードとかそういうっていう意外なものもあったりします。なんでとにかく何でもいいので冷蔵庫にある調味料とですね、ぜひいろいろ合わせていただくといいかなというふうに思います。はい、ということで、万能に使える皮脂用の、使い方活用方法ですねご紹介しました。またですね、それ以外の活用方法っていうのも、お伝えしていこうと思っておりますので、またですねそういった皮脂用の活用方法、あとは発酵食について食についての知識、そういったことが、気になるという方はですねぜひチャンネル登録の方よろしくお願いいたします。ということで今回の動画は以上になります。また次回の動画でお会いしましょう。さよなら。